こんにちは。ポテサラと動物たちのポテサラです。今日は最近暑くなってきてかなりラットの匂いがきつくなってきたので、最近のお掃除事情についてお話ししたいと思います。以前動画でお話ししたかなと思うんですけど、前まではこの梱包材だけ敷いてましたけど、ちょっと最近気温が高くなってきてラットの匂いがすごい強くなってきたので、またやり方を変えました。梱包材は今まで通り下に敷いて、その上にご機嫌快適マットっていうパルプ材、バージンパルプ材を上に敷いています。で、さらにその上に白樺マットっていうのを混ぜています。で、ラットはケージの隅にトイレをする習性があるので、ちょっと私アレルギーで本当は使えないんですけど、ラットにもあんまり良くないものなんですけど、夏場だけいいかなと思って3種の針葉樹トイレ砂っていうものと、うさぎ小動物用の天然消臭トイレ砂っていうのをトイレとケージの隅に入れています。で、ベーコンくんだけはちょっとあんまりね、肌がむき出しの状態で良くないかなと思うので、以前と変わらず、麦ちゃんもなんですけどね、このフレッシュニュースリターっていうのを入れています。アンモニアロッカー。匂いの軽減につながってるかは正直よくわからないんですけど、これをずっと使ってるので今も使ってます。うさぎさんのケージ、ここに今ベーコンくんが住んでいて、その上のこれもうさぎさんのリビングルームっていう名前やったかな、そこにモカちゃんの子供の男の子が今は住んでいます。前までは麦ちゃんの子供が住んでたんですけど、結構この端のところから顔を出すのでなんか危ないなと思って変えました。麦ちゃんの子供たちがここに住んでいます。シャトルマルチ85っていうところに住んでいます。よいしょ。寝てる。今お昼なのでみんな寝てます。やっほやっほ。これちょっと映ってるかな。これがイージーホーム60ハイメッシュには今モカちゃんの子供が住んでいます。以前はここにすのこを敷いてケージを管理していたんですけど、ちょっと数が多すぎてすのこの裏がおしっことかうんちですごい汚れてしまうので、今はもうこのように先ほどお見せしたこれと白樺マット、針葉樹の砂を角に入れてやってます。やっほかわいいな。名前はないんですよ、まだ。ちょっとね、数が多くなってしまったんで名前がないごめんね。それでも愛情たっぷりで育ててます。名前つけてあげたいけど分からへんから。全員似てるもん。
名前がないから何かあった時呼ぶ時モカちゃんって呼んでるモカちゃんの子供やから、モカちゃんにそっくりやもんな。モカちゃんモカちゃんって呼んだら全員モカちゃんや、ここの子はなって感じで、これはね、最近はセリアのタオルよりもこのダイソーの大きなフェイスタオルを使ってます。サイズが結構でかいのでいっぱい入っても大丈夫。このハンモックは作り方が簡単で、ダイソーのタオル、フェイスタオル、大きい方のフェイスタオルにカーテンフックを引っ掛けてかけています。これすごい簡単やし頑丈でいいですね。なかなか取れへんからこれでやってます。他の子のケージもこれでやってますよ。こっちの子もみんなこれでやってます。動画回してる時なんで今はちょっと切ってるんですけど、空気清浄機もいつもつけています。でも麦ちゃんとかショコラちゃんとかモカちゃんを放し飼いにしていて、常に部屋から出たり入ったり自由にできる状態にしてて、わざとよくここに乗って止められます。多分嫌いなんかな、この空気清浄機の風が嫌なんかわからないですけど、よく止められてます、勝手に。今の飼い方はそんな感じです。あげてる餌は今はこれ光ハムハムっていう餌とハムスターヘルシープレミアムソフトタイプ、前ハードタイプっていうのをあげてたんですけど、なんか私がその粉でアレルギーが出るのでソフトの方にしました。野菜いっぱいグラノーラ、それからこれはドッグフードです。ゴンタのふっくらソフト11歳用をいつも買っています。それ以外にあげてるものがハムスターフードのハードタイプと大粒のひまわり、これをあげています。デビフのささみ&レバーミンチ、これを人間が食べるお米、炊いたお米と混ぜてあげています。ちょっとでもこれあげるとお米食べ慣れてないラットとかだったら炊いたお米ね、喉に詰めたりするかもしれないので、もしあげる時はちょっと固く結んであげたり、固めに炊いたお米をあげてほしいです。多分大丈夫と思いますけど、なんか年取ってきてるラットとかだったら喉に詰めたりするかもしれないので、炊いたお米をあげる時気をつけてあげてください。それからこれですね、オートミール、コスモスで売ってるやつをあげてます。オートミール、前は加工されたオートミール硬いやつとかもあげてたんですけど、ちょっと高いんでこっちに戻しました。今のところはそんな感じで、時々ささみを湯がいてあげたりとか、あと何あげてるかな、たまにおやつ程度に乾燥ミルワームをあげたりとかですね。それとフルーツとかあげれるやつ調べてからこれあげれるかなと思って、人間がフルーツのデザートがある時とかにあげたりしてます。この前ケーキもあげました。初めてショコちゃんとモカちゃんとお迎えして1年だったんで、この前ケーキをあげました。なんか話すことが
最近ねちょっとこれすごいことあんね。これ壁をめちゃめちゃにされました。こっちも壁のとこ、ここめくられた。でそれをいつもなんか自分の巣に持って行って敷いたりしてます。掃除のことでね、ケージ数えてみたら14個あったんですよ、うち。でそれで掃除管理するのが大変で、こういうノートを使っていつも管理しています。こんだけ多いと誰のケージをいつやったかっていうのがもう分からへんくなってきて、で毎日掃除してるわけじゃなくて3日おきぐらいかな。ひどい時やったら2日おきにします、匂いとかが。でもこのさっき見せたトイレ砂に帰ってからちょっと匂い落ち着いてきたので3日おきですね、今は。でこういう、何でもノートいいんですけど、ここまでケージ多い家ないと思いますけど、もし多頭飼いされてる方はよかったらこれ参考にしてもらえたらと思うんですけど、前はこうやっていちいちなんか誰のケージをいつとか言って書いてたんですけど、これやったらスタンプをしてこういうシール貼ればいいだけなので、ラテちゃんとかマロンちゃんとか書いて、ちょっとこういう風にシールを日付のところにポンポンポンって貼っていったら、誰のケージはいつ掃除したねっていうのがもうすぐ分かるんで、こういう感じでケージの数分、こういうこれも概要欄に貼っときますね。こういうハビットトラッカーっていう、文房具とか手帳されてる方やったらご存知かなと思うんですけど、こういうスタンプを押してもらってシール貼るだけで簡単に管理できます。楽ですよね、ほんまに。これ前のやつやったらめっちゃまたなんていうのかな、これっていう本メモかちょっと分かんないんですけど、白黒のプリンターのシールのアプリで前はやってたんですけども、これやったらポンってシールでスタンプだけなんで楽ですね、めっちゃ。こんな感じ。最近あとこういうのを買いました。紐を守る微生物紐剤っていうやつを買いました。特になんかなってるとかじゃないんですけど、ケアしてあげた方がいいのかなと思って買ってみました。ただ単にシュッシュってスプレーしてあげて、これちょっと犬猫用なんですごいでかいんですけど、シーインとか見てもらったら小動物用のちっちゃいブラシとか売ってるかな、それとか歯ブラシとかでちょっと研いであげる感じ。私はこれで研いてます。しょこちゃんすごいな、しょこちゃん。そんなんやめたりよなあ。麦ちゃん優しくしてあげてな。そんなんしたんなさんなや。意地悪あかんよ、優しくしてあげてな。お家で食べてください。お家帰って食べてください、ご飯は。効能ちょっと読んでみますね。効能は生きている善玉菌 (EM) が皮毛に定着することで匂いや皮膚トラブルの元である腐敗菌を抑え、皮毛がふかふかになります。
100% のナチュラル成分なので、毎日継続してお使いいただいて安心です。舐めても安全安心です。舐めても OK ならしいです。これそんなに高くないしね、700円ぐらいやったと思うかな。もし気になる方は概要欄に貼っておきます。よかったら試してみてください。何の匂いもないし、ただの水って感じ。うちのラットのケージはどのケージも全員トイレを設置しています。だいたいはみんなトイレでしてくれるけど、さっき写したモカちゃんの子供、これもモカちゃんの子供やけど、女の子の子がちょっとトイレまだ覚えてなくて、結構いろんな場所にうんちしてあります。他の子は全員うんちもちゃんとしますけど、おしっこだけはちょっと覚えない子が多いかな。ラットは仕方ないと思う。おしっこはほんまにどこでもするから。反省点としては、この多頭飼いについてなんですけどね、最初はいっぱい飼った方がいいよって思ってたけど、いざ飼ってみて思うことね、これから飼う人に向けても聞いといてもらいたいんですけど、やっぱラットってすごい匂いがする生き物です。なので敏感な人は、最初からね大量に買うことはやめた方がいいかなって、私の勝手な個人の意見で、他の人に気分悪くさせたらごめんなさい。でも自分がすごい苦しい思いしました、この匂いで。で最初はね、私ここ寝室で飼ってるんですけど、これベッドここで寝てたんですよ。でももう寝てられないぐらいアンモニアの匂いがきつくなってきて、もう目とかも開けられへんぐらいヒリヒリしたりとか、体中ヒリヒリするというか、いくら掃除しても掃除しても本当に匂いが、換気してもねちょっと無理というか、雨とかやったら窓もあんまり開けれないので、それだけちょっとね、いくらやっぱり可愛いし大事やし一生懸命飼いたいってすごい好きなんですけど、その部分だけちょっとね覚悟がないと難しいかなって思います。なのでね、いきなり10匹とか飼うと大変やと思います。匂いとか敏感な人は1匹とか2匹、多頭飼い推奨されてる生き物やけど、1匹とか2匹でもいいんちゃうって最近はね、なんか考え変わってきました。だってそれで臭いと思ってさ、掃除も嫌々したりさ、自分が苦しくなるんやったらな、1匹とか2匹で匂いとかもそんなないまま可愛がってもらえる方がラットも幸せやと思うもん。だからなんか最初ほんまに匂いだけはちょっと覚悟してもらった方がいいと思う。ちょっと掃除してない間にほんまにね、特に私しばらくね全く匂い対策しないで、なんていうんかな、紙だけでやってたんで、もう強烈でしたねちょっと。だからね、これあかんって言ってるけど、針葉樹とかのやつも使っていいと思う。だって匂いがほんまそれでね、ラットも結局はアンモニアに弱い生き物やし、肺かアンモニアかで取ったらね、肺も弱い生き物やけど共存していかなあかんから、人間と。だからそれを考えた上で買った方がいいと思いました。だから私はね、次もし買うとしたらこの子たち全部見とった後にね、
これからももし新しくお迎えするとすれば1匹か2匹で飼うかもだから絶対にオスとメスで飼うと交尾して増えてしまうから、そこだけは絶対に気をつけた方がいいと思います。1回で生まれる量がね、ウイザンだとひどい時で16匹とか生まれてくるし、モカちゃんが16匹産んだから、だからね、ちゃうわ、この子ら5匹で9匹やから14匹か。麦ちゃんは体がちっちゃくて9匹やってんけど、もうほんまにちょっと目離した隙にこの子らもね、子孫残すために必死やから、ちょっと軽い気持ちではやっぱりね、子供を産ませたらあかんと思いますね。反省点かな。後悔はしてないけど、でもちょっと反省してますね、この点は。匂いの部分ではうち犬と猫も飼ってて、猫がかなりそれで匂いでストレス溜めちゃってるんで、悪いことしたなって。あと家族にもね、匂いの部分で迷惑かけてるからね。だから匂いがね、これ2階の奥の部屋で飼ってるけど、開けたりすると下の廊下まで匂い行くからね。だから廊下の窓いつも開けてるんですよ、最近は。お客さんとか来たらやっぱり臭い獣臭するなって思ってはると思います。みんな言わへんけどね。だから子供とかが遊びに来た時は臭いってやっぱ正直に言ってくれたんで、やっぱすごい臭いねんなって思います。私ここにも今は寝てないけど、ラットのお世話で部屋に入ったり掃除で入ったりした後に、なんか髪の毛とか体にすごい匂いつきますよね、やっぱり。トイレ砂、針葉樹のトイレ砂とか白樺マットとかいろいろ変えてからは匂い全然消えたって家族が言ってました。だからもう本当は私アレルギーでね、これすごい肌荒れしたり目が痒くなったりとかするけど、マスクつけたりとかしてやってます。手袋つけてマスクつけてで掃除してます今は。で手袋してやるとでもね、ベーコンくんがすごい噛んでくる。昨日めっちゃ噛まれた。だからそういうこともあるので、なんかちょっと匂いとか苦手やったり自信ない人はね、多頭飼い推奨されてるけど、もう単独でちょっとずつ買っていけそうやなって思ったら増やすとかの方がいいと思う。そのぐらい。あとはオス同士の、同居はね、ちょっと相性があるから兄弟でもね別居させてる子もいるし、うちいける子はいけるけど一人だけはみごにされたりとかなんかねあるんで、そこもちょっと難しいと思います。以上です。最近のラットについての動画でした。誰かの参考になればいいなと思います。またね、バイバイ。見てくれてありがとうございました。